先輩、今夜左京さんと一緒に零細社のビジネスパーティーに出席するんですよね。先輩、私の一生に一度のお願いです。聞いてくれますよね。そんなに難しいことじゃないんです。お願いです。先輩しか頼れないんです。ですね、実は例のパーティー、私の大好きなアイドルも出席することになってるんですよ。そこでもし彼とお話しする機会があれば、ついでにサインをもらってきてほしいんです。もちろん無理にとは言いません。あくまでチャンスがあったらって話なので、お願いします。私の天使様。左京くん、本当にあの子を一緒にパーティーに連れて行くつもり？そうだが。今回のパーティーには企業の人間だけじゃなくタレントさんも来るそうよ。確か零細社のイメージキャラクターの石川祐希って人。あなたは芸能ニュースもチェックしているのか？いいえ、勘違いしないで。ただ石川さんは最近大人気のドラマに出演してるの。確か社内恋愛をテーマにしたお話だったんだけど、うちの事務所の女の子たちがすっかりファンになってるみたいで、毎日石川くん石川くんっていうものだから覚えたの。石川祐希は今会社の先輩にしたい人ナンバーワンって言われてるそうよ。もしあの子が石川くんに惹かれたりしたらどうするの？彼はあくまであのキャラクターを演じているに過ぎない。キャラクターと役者の違いぐらい彼女だって分かっている。それにあれはあくまでドラマであって現実とは違う。恋愛関係の構築には相手のことを十分に知り、信頼の土台を作ることが大事だ。左京くん、あなたの考えるような恋愛も確かにあるけれど、一目惚れから始まる恋もあるのよ。それよりあなたさっきあのキャラクターって言ってなかった？なんで左京くんがあのキャラクターを知ってるの？まさかあなたもあのドラマを見てるの？そろそろ出発の時間だ。先に失礼する。今のうちに君に注意しておきたいことがある。よく聞きなさい。
パーティーにはいろんな人が来る。適度な社交辞令も必要だろう。だがもし誰かに酒を勧められたりした時はすぐに返答しなくてもいい。直接私のところに来なさい。私たちは接待しに来たわけではない。あまり考えすぎるな。大丈夫。君はいつも通りにしていなさい。君は私が選んだパートナーだ。弁護士としての腕は私が一番よく知っている。もっと自分を信じなさい。もちろん私のことも。どうした？知り合いでもいたのか？君は石川さんのことが気になるのか？もしかしてテミスの先生ですか？あ、すみません。自己紹介がまだだった。はじめまして、石川祐希と申します。もちろんですよ。この前パックスの泉社長の弁護を担当してましたよね。あの時のニュース全部見てました。実は公開裁判の傍聴にも行ってるんですよ。実に素晴らしかった。
それほどでもないですよ。恥ずかしながら僕はつい最近法律に関心を持ち始めたばかりなんです。突然すみません。でも僕まともに演技を習ったことがなくて、だからせめて自分なりに頑張りたいんです。今の役がヒットしてるのは正直監督と作品本来の魅力が大きいんです。でも今度は僕の演技力で注目を集めたい。実は裁判所での弁論テクニックについて少し疑問があって、よろしければ先生の意見を聞きたいんですが。そうなんですか。では確実に証拠があった場合や全く証拠がない場合はどうするんですか？検察側は被告人の行為が逃走の罪の要件を満たしており、犯罪事実が明白かつ証拠が十分であると考えています。確かにあなたのおっしゃる通り、被告人の逃走は表面上逃走の罪の要件を満たしているように見えます。しかし警察官に今一度お尋ねしたいのですが、逃走の罪が侵害している法益とは何でしょうか？逃走の罪が侵害している法益、それは正しい方の秩序だ。その通りです。ですが被告人が逃走したことにより侵害されたのは正しい法の秩序ではなく誤った秩序です。20年前の殺人罪の判決は誤判でした。ですから彼の逃走は正常な法の秩序を侵害していません。弁護人、根拠のない発言は慎んでください。当時の裁判後、十分な証拠が揃っていました。それに証人の証言も。問題はまさにその証人の証言にあります。証人によると2月18日22時頃に橋の東側で被告人が被害者を突き落としたところを彼は橋の西側から目撃した。彼は事件当日の夜、月明かりが強かったから相手がはっきり見えたと何度も繰り返していました。しかしその年の2月18日は旧暦の5日目、つまり上弦の月でした。そもそも22時頃の月はもう沈んでいます。それにたとえまだ月が沈んでいなかったとしても月は西の空にあるはずですから、東側の方は必然的に暗い。被告人が橋の東側から被害者を突き落としたのなら、月明かりに照らされた被告人の顔を見たというのは不自然です。あの橋の全長は20メートルもあった。今一度聞きますが、証人は一体どうやって被告人の顔を見たのでしょうか？すごい。
それじゃあ左京さんは当時の証人の証言をほぼ完全に覆したんですね。でも誤判だったとしても判決を改めさせるのは難しいんじゃありませんか？僕は法律のことは詳しくないんですけど、裁判所が自分の非を認めるのって難しいんじゃ。事件当時、検察側が提出した証拠で構築された証拠体系は不完全でした。推定無罪の原則に従って被告人の殺人罪は成立せず無罪になるはずだった。彼の懲役の実刑判決も誤判に当たる。判決自体が間違っているのに何をもって被告人が罪から逃げたと言えるんですか？被告人の行為が逃走の罪に該当するとは言い難いと思います。刑法は罪に罰を下すために存在するだけではなく、人権を守るために存在するものです。犯罪者を裁くと同時に犯罪者をも守る。犯罪者と対峙するだけではなく、時には検察官とも対峙しなければならない。秩序としての正義がなくなれば正義の根本が失われます。挙句の果てには法律の本来あるべき威厳が無に帰してしまう。私は一弁護士としてこの場で事実と証拠に基づいて正しい判決が下されるよう切に願います。事実に基づいても法に基づいても被告人は無罪なのです。なるほど。実は僕、先生の裁判を見てるとき、どうも見覚えあると思ってたんです。お話を聞いてやっと分かりました。あなたの弁論は左京先生と似ているんです。そんなことありませんよ。本当にお二人の弁論スタイルは似ています。特に先ほど先生がおっしゃった感情をそのままぶつけないところや問題を指摘する弁論テクニックはそうだ。この前他の人から聞いたんですが、確か先生は左京先生のパートナーなんですよね。本当にお似合いで。
いえ、こちらこそ。先生のお話は大変勉強になりましたから。本当にありがとうございました。まさか先生の後輩さんがデビューしたての頃から僕を応援してくれてたファンだなんて。彼女にも感謝してます。そうだ、サイン以外にも動画を撮って彼女に送りたいんです。手伝ってくれませんか？先生、実は僕、最近個人事務所を設立しようと思ってるんです。もしよかったら、うちの事務所の顧問弁護士になってもらえませんか？はい、よろしくお願いします。では、今後の協力を祈って、乾杯しませんか？今のうちに君に注意しておきたいことがある。よく聞きなさい。パーティーにはいろんな人が来る。適度な社交辞令も必要だろう。だがもし誰かに酒を勧められたりしたときはすぐに返答しなくてもいい。直接私のところに来なさい。先生、どうかされましたか？石川祐希さんですか？はい、石川祐希です。佐京先生、お目にかかれて光栄です。すまない。私のパートナーは酒に弱いんだ。代わりに私が飲もう。彼の依頼を引き受けるのか？悪い。
少し休ませてくれ。その件は明日話そう。わかった。水を。
君は。行くな。どうして？何かあったら直接私のところに来いと言ったはずだ。どうして彼と？石川祐希。いろいろ手伝ってくれた。何を根拠にそんなことが言えるんだ。今日初めて会った赤の他人だろ。君はどうしていつもそんな簡単に他人の言葉を信じてしまうんだ。物腰が柔らかいからいい人？そんなもの判断の基準にもならないだろう。演技がうまいなら君のことを騙している可能性だってあるんだ。君は彼のことを信じるのに私を信じないのか？
行くな。頼むから。どこにも行くな。さっきはすまない。全部私が悪いんだ。許してくれ。頼む。私から離れるな。彼の方に行くな。どこにも行くな。君はいい子だから、他の人も君に惹かれる。私はいい先輩じゃない。たくさん気を使わせて頼むから、どこにも行くな。私のそばから離れないでくれ。嫌だ。君がいなくなるのはいなくなるな。どこにも行かないって言っただろう。冷える。君は寒いのか。これでもう寒くないだろう。私はつまらないんだろう。石川の方が君と楽しそうに
話して。でも笑っていた。何度も彼に笑って。いいんだ、気を使わなくても。私のこと？一体何を話して。行くな。君はずっと石川を見てた。会場に入った時からずっと。写真まで持ち込んで。ずっと私のそばに。君は私の運命。本当にありがとうございます。大好きです。一生付き添います。もちろん石川さんにも言います。でも先輩にも感謝したくて。先輩、目の下のクマがひどいですよ。どうしたんですか？確か昨日のパーティーは予定より早く終わったんですよね。私に動画を送った時はまだ21時ぐらいでしたし。もしかしてその後何かあったんですか？それとも悪酔いしちゃって眠れなかったんですか？佐京先生、おはようございます。ああ、おはよう。君は後で私のオフィスに来なさい。
何度も彼に笑って。私のこと？一体何を話して。確か昨日石川さんがうちの事務所と協力して君に彼の事務所の顧問弁護士をしてほしいと言っていたな。その件なんだが、先方と顧問協議書の内容の確認が済んだらそのまま契約書の手続きを進めてもいい。ベンチャー企業は何もかもゼロから始まる。特に労務関係については整った法務体制が必要になるだろう。労務管理の改善や雇用契約書の作成、人事リスクの予防など全て君が決めなければならない。以上だ。何か問題はあるか？ベンチャー企業に法律サービスを提供するのは君にとっていい鍛錬になるだろう。何かわからないことがあれば遠慮なく私に聞きなさい。それともう一つ、芸能界はスキャンダルがつきものだ。君が一人で先方と打ち合わせに行くとその類の報道のネタにされるかもしれない。石川さんのところに行くときは必ず私と一緒に向かうように。すまない。私はすまない。今はまだどうやってこれを返せばいいかわからないんだ。いつかいつか必ず君に返そう。すまない。もうメールは確認したか？ああ、土曜の夜、ワイン協会の商談会に私たちが招待されてる。君の都合は合うだろうか？そうか。週末にすまない。仕事は終わり次第、私たちは退場しよう。新作ワインの試飲会？確か商談会の終盤にあったな。
興味があるのか？いや、その時は仕事も終わっている。参加しても問題ない。君は大丈夫なのか？ワインは度数が低いとはいえ、酒だから。心配性？はあ、何をどう考えたらそうなるんだ。参加するなとは言ってない。万が一に備えて、私も最後まで付き合うよ。私は飲まない。私は、酒が苦手なんだ。遠慮するよ。まあ、そうだな。仕事の飲み会も極力避けている。自分からは好んで飲まない。私に気を使わなくてもいい。君をエスコートするのは悪くない。ああ、当日は私が車で迎えに行く。もう切るよ。週末に。